こんにちは、のすけです。前回の動画で、のべっくちゃんが復活しましたのですが、10円玉自動噴水破産寸前 PC になってしまったので、その対策を霊媒として使っているのべっく7100の沸点は61度。沸騰して気体になると体積が増えるので、ラジエーター内の圧力が上昇します。圧力上昇によりラジエーター及び配管が、大爆発しちゃうかも。と思ったので、まずは大気解放となったわけです。ちなみに気体になった時の体積の膨張率を計算すると、167倍。これはのすけが吹っ飛ぶどころか、街が一つ消えるレベル。いざという時のために、圧力解放弁を装着しなくては。ということで、Amazon から召喚しました。なんか一定圧力で改弁している気がしない。というか、ダダ漏れじゃないですか。やっぱり漏れてる。というかこれ、手動だったみたい。一定圧力になったら解放する弁じゃないと、大爆発を防げないですよね。そもそもあんなにダダ漏れだと、10円玉の噴水が、10円玉のスカシッペになっただけ。破産寸前は防ぎようがないです探求。しょうがないので、圧力解放弁を自作することに。最初はサブスクリプションのない、フリーチャドを使おうとしたんだけど、UI が使いにくすぎて萎えました。つまり、フュージョン360が素晴らしいということです。サブスクは、のすけ15万円も稼いでないからいいよね。本編に戻ると、おびただしい屍の果てに、完成した 3D モデルがこれ。断面はこうなってます。ボディは2分割式になっていて、オーリングがここに入ります。分割式にしたのは、3D プリンターで出力するときに、オーリング溝にサポート材をつけるとボコボコになるから。下側のネジは G4 分の1でフッティングに取り付け、中蓋でオーリングを押さえて、気密性を保持します。中蓋と上蓋の間に部品取りしたバネが入って、上蓋には G2 分の1のネジが切ってあるので、バネのセット荷重が調整できます。3D プリンターで召喚しました。そういえば前回のコメントで、ベースプレートから剥がれやすくするために冷凍庫、なるコメントがあったので試してみます。キンキンにしてきました。さて、本当に剥がれやすくなっているのか？あ。まあ、ちょっと考えれば、冷やしたら、レジンが脆くなって割れるって、わかるよね、顔。で反面教師で考えれば、温めたら剥がれやすくなる？正解。冷凍庫はここまでの伏線を考えての、コメントなんだと思いますきり。で、出来上がりがこちら。レジンの色はサポート材が付けやすいグレーに。分割して召喚したボディを接着します。接着剤はロックタイトのプラスチック用。0.7 気圧程度の圧力であれば剥がれないことを確認済み。ロックタイト、マジ強力なのでおすすめです。接着剤が乾いたらオーリングを取り付けます。オーリングのサイズはバイトンの S11.2。ちょっとだけシリコングリスが塗ってあります。中蓋のオーリングを押さえる面は、水取りで面出ししてあります。部品取りしたバネを挿入して、上蓋を取り付ければ完成です。回弁圧力を調整します。上蓋が辛い位置の状態だと 0.4 キロで回弁するようです。でも、バネのセット荷重が小さすぎて漏れがあるみたい。上蓋を閉めて、バネのセット荷重を大きくしました。
0.7 キロで改便、漏れもないようです。いざ確認してみますよ。とその前に、コメントで、赤い風船つけたらおしゃれじゃね、というのがあったので、試してみます。ちょっと待って。これ風船すら膨らませられないってことは、圧力、めっちゃ低いんじゃね。それってもしかして、圧力解放弁いらんかった？ Y の青春を返して。まあちなみに、手動で風船を膨らませて確認してみたら、これだけ大きくしても 0.1 くぐくむ2ぐらいでした。青春は返ってこないので、圧力解放弁と思われるものは、ただの蓋として使用することに。ただ、このままだと前回と同じ結果、CPU 温度95度張り付きになりそうなので、今回はファンをつけてみることにします。温度が下がることを期待しつつ、CPU-Z で負荷をかけてみます。全く変わりませんでしたバタン級。ラジエーターが息してないのかなと思って、温度を測ってみました。上が沸騰したノベックのラジエーター入り口。下がラジエーター出口です。20度ぐらい温度が下がっているようなので、ラジエーターは息してるみたい。ちなみに、ファンなしの場合だと、温度低下は10度ぐらいに、ファンはなかなか良い仕事をしているようです。でも、CPU の温度が変わらないのは、なぜ？多分こういうことなんじゃないかと妄想。今回のノベックちゃん、ポンプがついていないので、冷媒ノベックの循環は沸騰と凝縮による、自然循環に頼っています。この場合 CPU の冷却は、沸騰による蒸発鮮熱が大部分なので、ベースプレートのノベックに触れている側の表面が、沸点の61度以下に下がることはありません。つまり、ノベック液体の温度の影響は、蒸発鮮熱に対してとても小さいということです。では、CPU コアの温度を下げるにはどうすればいいの？一つは沸点の小さな冷媒を使用するです。ノベック7000が手に入れば、CPU コアの温度を30度下げられるかも。残念ながら、パンピーには非売品のようですが、もう一つは、